どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。テントウムシの点に LED を敷設して回る業者さやですテントウムシを点灯させる。おー、気づきましたね、そこに。気づくだろうということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、歯茎にドギュン。さっき眺めてたらフフって笑っちゃったの。そうサムってなんでサムなんだろうと思って、うん写真を見て書いたオポッサムって書いてあって、ああサムの連想をしたんだこいつはって思ったらなんかフフってそう、ゲスがね、密かに笑ってくれたの。だけどね、さっきね、この写真を見て書いたオポッサムってこの、オポッサムのなんかのニュースを見たの。あ、そうなんだ。だからオポッサムってなんだって思っちゃうもんね、ちょっとなんか。だからじゃあオポッサム書こうと思って、オポッサムで一番最初に検索して出てきた写真がこれで、怖くて泣いちゃうかと思ったジョーカーみたいな顔してやがる。マジで怖くて何これ。いやでもなんかね、子供をね、自分の体にいっぱい乗っけて、で移動するみたいな、なんか結構可愛いさ、習性があるみたいなんだけど、出てきた画像が怖すぎて泣いちゃうかと思った何？疲れてる日って最上で笑いやすいんだけど、ミーはキャットってなんかミーやキャットかと思ったらなんか急に面白かった。そうですよ。でも一番お気に入りはこれね。タラもサラダね。そう、タラもサラダ食べたい。ベン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 って。タラがパンパンって。ということで、今回やっていく企画はこちら。キャラデザ100体。うわー。100か。いつもこの触れ込みから始まる企画でございます。いつも同じキャラばっか書いてませんか。わー、出たー。書いてますよ、全く。っていうか、まあ、さやさんさ寸分たがわず同じキャラを書いています。さやはマジでそうじゃん。もう2人しか書かないから私最近マジで弟くんとさ、そう、お兄ちゃんよく見ますもんね。なんならもうともこれでもその2人しか作ってないから。いやほんとそうだよね、でまあ傍から見たら僕も、あなたいつも同じキャラばっか書いてませんかと言われてもまあそうかという。まあ確かにね、毎回同じキャラを描いてるつもりはないんだけど、他の人が見れば同じキャラみたいの描いてるよな。まあそうだね。でもまあ基本的に表情がね 2% しか動いてなくて、セーラー服着てて、で女の子で、お目目がぐるぐるでなわけじゃん。で大体それじゃん。だって好きなんだもんそれが。結局いやそれでもいいわけですよ、絵描き皆さん。いやそうですよ。好きなもん描いてりゃね。そう、好きなもん食って好きなもん描いて好きなタイミングで寝てりゃいいんだよ。はい。人間なんて素晴らしい、素敵だけども、今回はそこを飛び出していこうと。違うキャラデザをしましょうの回です。でもゲーム的にやるわけでしょ。そうなんです。しかもまたランダムにお題がボコボコ出てくるんですけど、今回はランダムなお題が7項目あるんですね。おー、ティッシュの好みとか、トイレットペーパーはシングルかダブルかとか、そういうとこだよね。そこだけペーパーによってんのまず一つ目が単純にパーツ的な特徴。まあエルフ耳だったりとかさ、ぐるぐるお目目とか角とか。で次が技の特徴。もう拳で戦う、呪いで戦う、炎を操るみたいな。ああ、テントウムシを素早く見つけるさやさんの能力はみたいなやつもあるかもしれないけど。で3つ目が武器。日本刀なのか大砲なのか爪楊枝なのか、キャンディーとかなのか。かわいい。もう何でもいいですよ。で4、育ってきた環境。両親がコロポックルとか、魔王の息子とか、そういうね。兄が超エリートとか。美味しいやつ。一瞬鉄板で焼かれる音がします。美味しいやつだ5個目が服装の特徴。それこそセーラー服、メイド服、スーツとか、膝出てるとか、膝出てる短パンとかね、それでもいいし、勇者の鎧とか、いろいろあるじゃないですか。でそして6つ目が口癖。だってばよみたいなね。なんとかでおじゃるとか、はにゃにゃまあみたいなやつもいるかもしれないけど最後7個目が職業。普通に剣士とか魔法とかね、研究者とか、いいですね、八百屋さんとか、いい、いろいろある。そのいろんな職業、7個の要素に対していろんなお題があるので、それがランダムで2つ出てきます。それを即興で3分で書いてください。じゃあ魔王の息子の八百屋の可能性もあるってことだね。そうだね。育ってきた環境、魔王の息子、職業八百屋って可能性がある。俺たちで50、50書いて100キャラ出そうぜっていう。いいね。じゃあ25、25、25、25でやる。何人いたの対岸にいたんだよ。誰だよ
ここにいたやつ誰なの今から我々で50、50で出すんだけど、瞬発力で出したいので制限時間は3分で。うわだって昔の夏目さんち5分くらいであいつら書いてたんで。1回さなんかやってたよね、なんかそういうやつ。1分で絵のラフを考えるんだった。確かにそっかそっかそっか。ざっくり構図で考えるみたいなやつだったんだけど、今回はキャラデザを100体を1キャラ3分。ちょっと緩いよ。だからある程度なんとなく雰囲気は出るんだよ。出ねえよ。まあごめんね。出るかもしれないじゃんっていう。でも自分の突き詰めていきましょう。そうここから後で引っ張り出せば、例えばじゃあライブペイントします、なんか新しいキャラ描きたい、あそうだあいつから引っ張ってこようができるようになるかもしれない。すごい。だからキャラリスト50人が玉数として入るかもしれない。でもどうするの、同じキャラ描いてませんか。またしてもどうしよう、50人中45人メガネだみたいなことになるから。まあ確かに。あれどうしよう、50人中全部セーラー服着てるみたいな。それさすがにバカだね。バカだね、それはね。そういうのはないようにしましょう。気をつけましょうね。まあ性別もなるべく善意で、善意で2位で散らしたり散らさなかったり、その時の直感で100キャラやっていきたいと思います。はい、では今から1キャラ3分で、ちょっと10キャラぐらい書いたら振り返っていく感じしますか。また表情の時と同じ感じで。はい、じゃあ行きましょう。まずはじゃあ僕から1お題目。パーツ特徴、背中に天使の羽。職業冒険家。わあ。でさやさんはいきます。職業巫女、神主。口癖データによれば。メガネじゃねえ。メガネじゃねえか。メガネじゃねえか。データによれば。じゃあいきます。じゃあ1キャラ目。用意スタート。いいな。いや面白いねこれ。すでに。なんかこう神様にさ使えるさ、ちょっと数値で測れない感じの人なのにデータの数字を進行してるんですか。長いな。なんですか。なんですか。自分メガネ行かせてもらっていいですか。おいやめろ、このままだと始まるぞ。メガネパラダイスが。でもさ3分でキャラ出すの結構大変じゃないですか。もう1分経ちました。マジで。やっぱりね、時が経つのは早いよね。諸行無常。マジで徳川家康が徳川家の繁栄を願っただけあるわ。よく喋りながらできんな。終わり。はい、次いきます。次もう来た。育ち環境、全身サイボーグに改造された。口癖、神のみぞ知るって。やばい、ぽい。こいつなんなん強い、強キャラだ。こいつ強いだろ。主人公の前に絶対立ちはだかんでしょこれ。じゃあいくわよ。巨大なハサミ。ハサミと毎日お祭りをしているお祭り村の出身。うわ好きそうじゃんさよ。確かに。いきます。はい。ね気づいた。何？この動画ね絶対喋れない。そうとは限らないでしょ。絶対喋れない俺。いけるよ。自信がある。好きなことを話せばいいの。例えばこのズボンに意味もなく開いてる大きな穴とか、ここには夢がいっぱい入ってるって。お前よく考えられるな、そんな喋れるの。おいあと1秒嘘だろ。マジ？3分やばない？ 5 分じゃない？5分じゃない？ 3 分ってなんかさ生まれなくない？絵にならない。じゃあ5分にしよう。ルール変えます。5分です。好きなだけ書きましょう。日本語が。そう夏目さんちはそう楽しく書けばいい。最初決めたものをねじ曲げてもいい。あなたが楽しいと思うことが一番大事。わあ素敵。明日は明日の風が吹く。素敵。そういうことよ。はいおしまーい。おしまーい。はいいきます。はい。エルフ耳魔族に育てられた人間。すごいストレートなの来たな。じゃあさやさんいくよ。ゴスロリかけるオッドアイ。なんかすんごいゴシックじゃない？今回から5分になります。はい、いきますスタート。なんか変なモチーフ入れたいな。なんかむずいけどこの短時間でさキャラたらしめるものは入れたいと思っちゃうよね。そう入れたい。このシルエットからやるっていうやつの応用じゃないこれは。そうね。前やったじゃん、シルエットから描くみたいな、キャラデザ作るみたいなね。あれに近いよね。はい、次武器が巨大な注射器でなんかこれさちょっとこいつやってる？忖度してる？忖度ない。このお題のチョイスに巨大な注射器白衣。はいたやさんいきます。万年筆にダボダボパーカー。いいじゃん。次天使の羽また出た。天使の羽で口癖がぶっ飛ばす。
暴力的だな。そういう昭和の少年漫画の主人公みたいなやつ出てきた。じゃあ僕ね、画家時間を一瞬止める作中最強のやつ出てきた。最強のやつ出てきた。では次。口癖お前の運命見えた。かっけー。だけど服装が潜水服だ。お前何なんだこいつ。探偵風のコート、探偵コートかけるデータに。俺またデータマンじゃねえか。データマンじゃん。なんかかぶってる。データによればってまた前も出た。あ、出た。あ、そうだ、まあいいか。セリフが軒並みすげえ中二なの。それはそう。いきます。よーいスタート。特徴になるパーツ。寝癖がついただけ。はい、次。はい。職業探偵。はい。お、探偵じゃん。でもパーツ腕が4本ある。やば。すごい。調査もさ、2倍だよ。すごい。さやさん、何これ。武器枕。うわ、いいねそれ。枕かける。天然の目から覚めた。好きじゃん。いきますか。はい、行きましょう。はい、次。何度も生まれ変わっているパーツ。ギザギザの牙。出た、ギザバ。ギザバ。はい、いきます。鍛冶屋かける異世界転生。またそれっぽい。次。はい、次。呪いで戦う特攻服。お前もう絶対ダメやん。もう何もかもいるじゃん。特攻服ってどっちだろうね。特攻服ってなんかさ、長い学ランみたいなやつのことでいいのかな。いきます。髪が燃えている。大丈夫？しかもすごいぞ。髪が燃えていて、もともとはただの人形だった。もともとは人形だった。やば。めちゃくちゃな子出てきたな。すげえ出てきた。やばい。カロリーが足りない。いくよ。はい。せーの。ピ。何これ、もう呪術廻戦なんか死滅回遊にこいつ雑魚で出てきそう。呪いで戦う特攻服のやつ。私の髪が燃えててもともとの人形って誰かの使いのやつじゃん。ねえ、絶対ね。誰かが操ってるやつじゃん。あれ、これで終わり？もう一回？あともう一人だね。ぜいぜいしてる。きつい。心の下プロクリエイトも重い。10体目でなんかすごい疲労感。いや、ちっちゃいね。今日ね、撮影2本目なんですよね。いや、そうなんだよね。そう、撮影が2本目で、しかも1個前の撮影が変に盛り上がっちゃって、気持ちが、テンション上げきっちゃったっていうのもある。なんかすごい疲労感あるよね。なんなの？すごいね。はい。じゃあちょっと次10体目。10体目。ギャンブラーピエロの衣装。いい。ピンポイントじゃん。これで合ってるじゃん。結構。良いじゃん。良いね。で、忍び装束でめんどくさい。口ず。好きじゃん。みんな好きなやつやん。こんなん。はい。もう許して。10キャラまで行きましたけど、疲れた。やばい。なんかさ、これ撮影2本目っていうのはもちろんあるんだけど、今までのこれ系の日じゃねえ。だってさ、確かにそうだよね。目だけと同じキャラの表情だけでしょ。毎回違うやつを考えなきゃいけないってなると、要素が多い。ポーズと服装と。そうだから一瞬で考えなきゃいけないことが多すぎて、なかなかやばい企画だということがなんか始まってみて分かったんですけど、とりあえず1個目が天使の羽かける冒険家。こんな感じのね、かわいい。もう少年ですよ。一般的にこう空を飛び、この冒険のマップを持ち、かなりテンプレなアイディアがやっぱ出がち。いや、そうだね。短いんで。でもこの羽でっかいのめっちゃ好き。ちっちゃい体にでっかい羽でいい。これ膝開いてる。ここで。はい、ありがとう。で、さやさんのはこれ神主もしくは巫女が口癖データによれば、そういうね。神主ね、これは。神主の息子っぽいな。そう後継ぎみたいなね。でもね、なんかね、もうちょっとなんかゴッツゴツのブーツみたいなやつ履いててほしい。このなんか袴みたいな巫女服っぽい感じのやつに。次、これがサイボーグ×神の水を知るってねって言ってるやつ。最終戦に出てくるやつ。そう、最終戦マジでボコ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 みたいな感じのもうそれこそアキラとかさ、それこそなんかもう髪長くしちゃったせいでちょっと若干お父様感もあるんだけど、シャーマンキングの武井先生が描くような体型がいい。いいね。でこれは巨大ハサミかけるお祭り村出身みたいな。いい、なんか愉快だね。そう。神とかに捧げるものをこのハサミで取ってこなきゃいけないとか。縁切って。縁切って。縁切りハサミ。縁切り便。この子いいね。縁を切るっていうの。そう。
そうそう、でほら見て、膝に穴開いてる。これズボンこれ少年か。これダメージ人事で人事ダメージだ。ダメージがでかすぎて。で次がこの辺から5分になりました。この辺が5分ね。エルフ耳と人間に育てられた魔族。すげえ可愛い。そう、食べちゃダメっていう。もう何でもゲイさんのこの食べちゃダメって結構癖でしょ。結構好きかも。夏目さんち活動して多分30回ぐらい出てきてる。何回か出てる。なんかこういうちっちゃい女の子のこう着てる服の中からやべえ触手出るの好きなんだよね僕。でこれはゴスロリかけるオットワイちゃん。いいね。オットワイちゃん片方いいね。片方パンツスタイルいいですね。そうそうそう。でなんか動きやすそう。めっちゃでっかいヘッドホンつけてんの。いいね。しかもサンダルみたいな。めちゃごつサンダル。履いててほしい。いいですね。はい。じゃん。これが巨大な注射器プラス白衣。これめっちゃ可愛い。これ結構可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。後ろにもう剣みたいな要領でいっぱい注射器をこう背負ってる白衣スタイルの。でこれミニスカでタイツ履いてるみたいな。でもうそこら中にもう注射器いっぱい巻いてる。またこれあれでしょ。なんかすごいさハワワーみたいな感じだけどさ、マジヤバな。これあれだからストリートファイターとかだとダカダカダカバシャーンっつって一回注射器うわーとか言ってやった後背負いなしてラウンド1ってなって入場モーションいい、めっちゃ好き。格ゲーに出そうというイメージで。いいねいいね。これこれダボダボパーカーかける万年筆。若干サンズのパーカー書くときにシルエットで書いてあるさ。そうサンズ書くときの感じ。でほらサンダルだもん。いいねいいね。でもこれ結構おじさん？そうちょっとおじさんで、実はめちゃ売れっ子作家なんだけど、こういう年のわからない格好してて、アパートの隣に住んでる女子高生に半ズボン履くんじゃねえっつって毎回キレられてる。そう汚ねえ。いい。で次。これが画家描ける時止め。そうこれさマジかっこいいと思って見てたけど、私この子すごい苦しんでたからさ、もうこっち見てて。確かに昔の少年漫画困ってる困り見えるな。困り見えるでしょこれ。この子はだから今まで時間をかけて描いた絵の分だけ時を止められるみたいなありそう。かっこいい。常日頃この能力を使うために絵を描き続けてるこの子は。かっこいい。パズドラとかのイラストっぽくていい。確かにね。これはちょっとよくわかんない。できました。まあそういう時もありますよこのゲームね。これちょっと僕それですね。お前の運命見えてるよっていうやつね。潜水服プラス潜水服。これだボコ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 っつっていっぱいそこまで潜ったら深海でめっちゃ拘束されてるやつ。シチュエーションめっちゃいいね。これ見て。探偵何これもしかして探偵コートかけるデータによればっていう探偵ごっこをしているなんか変なお姉さんだと思うんだけど。変なお姉さんおごっこなんだね。そうこうデータによればみたいなこと言ってんだけど、別にデータとか全然ない。勘だけは鋭いみたいな。そう探偵ごっこの変なお姉さんとなんかちゃんとデータに基づいて調査を手伝ってくれる男子大学生とかと一緒になんか操作しててほしいっていうありそう。好きなやつ。で次でなんか探偵続きだったんですけど、探偵かける腕4本でこのもしかしてこれは機械的な腕？違う、これなんかニョロニョロ系の腕で、この子腕4本あるけど使わないの。この子考えるときに腕2本グーって腕組みしないと考えられないタイプの子だから腕4本あってよかったって言って基本的には腕2本しか使わないっていう。このなんか下に重心重たい、シルエット可愛いマジで好きで、さやさんのやつは大学生の頃に描いたキャラを、見たことある。持ってきた。見たわ。ありなんだそれ。でもまあ確かにね。めちゃめちゃ強い仙人だけど全く活躍しようとしない、なんかだらけた子っていう設定で、神様とかがさこう座るなんか仏像の台座みたいな、それがもう布団の形してるみたいなね。次がこれめっちゃ言いたかったな。これ鍛冶屋×異世界転生ってテーマなんだけど、現代に生きるマジで頑固じじい、もう刀鍛冶をもう50年やってますみたいな超頑固じじいがひょんなことから異世界転生でこのお嬢様の中に入ってしまって、お嬢様に入っちゃうんだ。そう魂だけが入り込んじゃって、とんでも鍛冶屋になっちゃう。そう普段だったらなんかお茶会ですわとか舞踏会ですわみたいな感じのお嬢様が刀鍛冶を下ろしてしまったせいで伝説の鍛冶屋になるというお話。いいじゃん、めっちゃいい。確かにこれはちょっと面白そう。そうドレスとかもう全部こうやって託し上げてペチコートとか見えちゃっててみたいなっていう設定。これは何もわかんないです。ギザバ。これギザバだし、なんか生まれ変わってそうなサメです。サメは歯は生え変わるというので生まれ変わるとギザバでサメかなと思って。確かに
サメになったんだけど、それ以降何も思い浮かばずただのサメになりました。またお互い脳疲労が出てる。脳疲労が出てる、この辺一番出てた。ここがここなんか一番なんか何もかけないみたいな、ふやふやしてるもんなんかねここヒョロヒョロしてる、ふわふわしてる。次ここなんか急に元気出て、またねこれめっちゃかっこいいよ。すごい急に元気出て、呪いで戦う特攻服で、これこのお姉さんかっこいい特攻服作りたいと思って気合い入れて呪いって書こうとしたら祝いって書いちゃった一回消して呪いって書き直して刺繍し直して、中学生とかが一回やるやつ。かっこいい。これなんかこれはもう完全にそういう漫画のさ後半に出てくるさめちゃ強味方な。そうだから学ランみたいな忍者服みたいなですこれの上にこうガバッと特攻服みたいなシルエットの着てるんだけど、かっこいい。祝いって書いてある。で裏にわら人形いっぱい持ってる。かっけえ。まあもうテンプレ的だけど、もう釘を刺すね。かっこいい。いいお姉さんや。そう。これは髪が燃えていてもともとは人形だった。いい妖精系じゃん。ちゃんと人形だ。そうだけどね、もともと木製の人形だったから、燃えちゃうじゃん。そうもう手が燃えちゃってんの。で燃えたとこから火が出てて、でもともとはこう操り人形だったから、この紐がね。そう紐の先っちょに火がついてて、それ振り回して戦ってくる。強い。燃えてるけどなんで燃えないのっていうのがあるんだよ。そうこれは今この子を操ってる術師がいて、その術師との関連が切れるとただの木の人形に戻るから、燃え切っちゃうんだ。自分の火で燃え切っちゃう。もうファイヤーパンチみたいな状態になっちゃう。悲しいね。悲しい。それで最後、ギャンブラーかけるピエロ。いやマジ好き。これピエロお姉さんです。すごくいい。やべえピエロ人形。時間のなかったピエロ人形。やばい。ソブス。やばい。激ブスピエロ人形。何がこいつマジでやばい。こいつ怖い。ちょっと怖い。ちょっと雑に書きすぎて逆にホラー味が増してしまった。ここが漫画藤田先生。そういや僕ねちょっと書いててそう思った。カラクリサーカスとかに出てきそうって思って。なんかキャラデザのなんか顔の雰囲気とかもそうかもね。これダル忍者です。ダル忍者確かに。これいいじゃん。みんな好きそうじゃん。そうでしょ。これカーゴパンツ履いてんだよ。なんかそうなんか忍者が持つさああいう系ってなんか持つのだるいなってここになんかいっぱい忍者のあれが入ってる。そうだけどあんまり補充もしないからうわねえ使うときにね。だるすぎる。だるすぎる。でもいいね。絶対こいつ強いじゃん。でめんどくせえから退治するだけ強いんでしょ。強いそういうやつ。いい。10キャラきた。5分の1。5分の1。今20キャラですね。だから。ちょっとこれ2ヶ月くらいに分けてやらない。やらない。じゃあ続きいきますか。途中で多分おやつ入れないと無理。本当に無理これは。ホールケーキとか入れないと無理。はいということでじゃあ次いきましょう。11。資料を召喚する口癖お腹すいた。なんか合ってそうじゃない？なんかはいお腹すいてなんかさ食べちゃいけないものをさ食べたい子ってさゲサ好きじゃん。好きかな。好きだっけ？いきます。ドン。魔法少女は少年。いいじゃん。墓守だって。墓守？いいじゃん。さっきからアンデッドだね。アンデッドだね。次。口癖計算通り。技の特徴相手の影を奪って戦う。強すぎるだろ。いきます。巨大なキャンディー。武器は巨大なキャンディーなのに技は音を衝撃波にする。技はそれなんだね。強くね。強いわ。次。お帰りなさいませ。武器は巨大な鍵だって。鍵メイドちゃんっぽいな。電気を出して帯電する。強っし。武器は大釜。強っ。やばいやん。次。全身継ぎはぎだらけ。没落した貴族の生き残り。ちょっとこれ読みたいんだけど。何これすごい。好きそうさや。何これ。俺だけど。液体を操る。体の一部が半透明。なんかすごくない？興味深い。体の一部が宝石。なんかいいこいつ。医療用メスかける〇〇っす。好きなやつ。勇者の鎧かける植物を急成長。体に紋章が浮き出ている海賊のコート。やばいやん。最強の海賊じゃん多分こいつ。伸縮時代の如意棒。めっちゃいい。このお題めっちゃいい。やった武器が旅行カバンで口癖お命頂戴します。やばすぎるだろこいつ。バックパッカー暗殺者だ。会いたくねえの。和服着物もしくは袴かける番傘。だけどまんまじゃん。巫女神主ぐるぐるの目。ありがとうございます。ありがとうございます。世界は私のものだが口癖ってどういうことなの？やば。相手の記憶を読み取る。強すぎる。急に強い。常に寝
不足のクマ、野生動物に育てられた。なんかすごいね。違う、常に寝不足のクマの可能性もああそういうこと。確かに野生動物に育てられた常に寝不足のクマクマだろ、パーツ特徴つってんだけど20体目いきます。はい。わあ、武器がチェーンソーで食べたものをコピーするカービィやないかい僕がパーツ特徴、片目が目か。おめでとう。いやまあそんな好きじゃないけどね、目は。で、サーカス団の団長服、う。団長風服装特徴。はい、じゃあいきますか。はーい。振り返りやばい、この企画本当に。はーい。さあということで、今40体目まで来ました。2人合わせてきたもう40体もいいのすごくね。うん、結構壮観だよ、もう。なんかある程度なんかさ、仲間にバリエーションなら RP 作れんじゃねえ今、現状。100円油田がいかにとんでもねえことなのか。確かにな、100円油田やば。じゃあまあ11体目。はい、じゃん、さやさん、魔法少年×墓守。おー、いいね。ちょっとなんかさ、骨っぽいさモチーフをもっと入れたかったんだけどさ、それに気づいたのが残り30秒ぐらいの時点でさ、そういうやつってことだね。あ、そうそうそう、なんか肋骨とかなんか骨の尻尾とか生えてる。かわいい。でこれは資料召喚×お腹すいたが口癖で、かわいい。かわいいでしょ。めっちゃかわいい。この子は資料召喚だから豚の霊とかをね召喚するわけで、食用豚の霊とかを召喚してまた食べる。この子霊を食べる。霊も食べちゃう。食用豚、死してなお食べられるんだけどでも幽霊だからまた復活するんです。すぐ戻ってくるから、この子は無限にパートナーの豚の治療の魂を切り刻んで食べる。かわいい。でもまた復活させられて、もうやめてってなってる。かわいい。ちょっとかわいいよ。ダークだけど。いいでしょ。で12、計算通りかける影を奪う。わあ、なんか好きそうだね、さやが。とってもいい顔してる。しかもメガネかけてる。そう、メガネかけてる。ありがとう。後で振り込んどくね。影をこう敵から奪って、まあこれは結構よくある描写ですけど、敵から奪った影をまとって戦うみたいなかっけえキャラですね。いや、その体のしなやかなラインがとても良い。後で振り込んでおきますね。すごいなんか稼げるな。夏目さんちってあれだな、妻から稼げる。稼げるよ結構。これは巨大なキャンディーかける音を衝撃波。どういう技、どういう組み合わせなのこれ。でっか巨大なキャンディー。考えてんねこれ。このでっかいキャンディーにこうリボンがついてて、ブン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 。ブンブンブン。そう振り回して、それででかいキャンディーを当てて攻撃してくるタイプかと思いきや、主人公がこのキャンディーを壊したのになぜか見えない攻撃が当たって、なんでだみたいな感じたら、この子は実は音楽をめちゃめちゃこう極めている一族の手で、音を衝撃波にして戦ってくる。キャンディー何やねん。キャンディーは好きなんだっけ。キャンディー好きなんだ。音楽教育が厳しすぎるママが一回だけご褒美にくれたキャンディー。いいじゃんね。ほら、ゲイさんもなんか振り込みたくなってきたんじゃない？さやに。ちょっとまだ。まだですか。もうちょいですね。もう一歩ですね。じゃあ次、これが帯電かける大釜ですね。かっこいい。この子は自分でもともと釜使いだったんだけど、帯電の能力を手に入れまして、電熱がすごすぎて釜がぐにゃぐにゃに曲がってるんですよ。この子かっこいい。このぐにゃぐにゃの釜に座ってるんだけど、この子電磁浮遊できるんで、めっちゃ強くね。めっちゃ強いよこれ。仲間に入れたら最高。正直強い。仲間になったら弱くなる。この子の人間としての弱い部分が出てくる。そして電気がパチパチみたいな、あれみたいな感じで帯電できなくなります。これお帰りなさいませかける巨大な鍵。執事です。執事ね。鍵どこにあるの？これ後ろにこうすげえ長い後ろにね、でかいというか長い鍵を刺してるんだ。後ろにそうをもうこう構えてて、これでご主人様のピンチに戦ってくれる。でもなんかちょっとこれひらめいたわ。これさ、ちょっと巨大な巨人の女の子のお嬢様に仕えている執事とかどう？じゃあこの鍵ガチサイズなんだ。女の子が持ち歩かないように自分で背負って持ち歩いて。よいちょっと振り込んでおきます。よし、儲けたいい。その巨人の女の子についてる執事ってめちゃくね。で人間サイズなんじゃん。手のひらサイズ。このサイズの執事。すごいシェイクハンドきた。しかもさ、巨人と人間でさ、寿命が違うからさ、こいつは結構どんどんおじいさんになるけど、女の子の方はまだ子供の時代で、ちょうど女子高生ぐらい、女子高生になるか分かんないけど、学生になるぐらいでもう結構ヨボヨボのおじいちゃんになってる。成人するまで生きられないぐらいね。
来たな。この企画やっててよかった、来た。でそしてこれ結構気に入ってる継ぎはぎかける没落貴族。いや可愛い。これいいでしょ。男？いや女。あ女？女の。良いね、なんか佇まいが良いね。そうそう。何があったんでしょうね。これ体中に自分の一族の体を継ぎはぎしてる。没落して。そう没落してるけど、みんなは私と一緒よ。ここ全部下に死体がこうわーって。やば。一族の墓を暴きながら自分の体につけて、一族全員でその没落させたやつを復讐しに行く。やばー。強い女。めっちゃよ。でせいさん、液体を操るかける体の一部が半透明で、これいい。人魚ちゃんいいね。デメニギスです。デメニギスは頭が半透明だけど、この子は足が半透明の人魚ちゃんです。次これ急に脳に酸素がここマジ脳に酸素がいってなかった時、とうとう酸素がすごい急に足りんくなって、無酸素運動の限界が来た時なんか似てるんだって。すごい佇まいが似てしまった。興味深いっていうのと、体の一部が宝石なんだけど、これあえて見せてないです。これ左腕全部宝石。わーかっこいい。見せてないのいい。であとこの左目も宝石。あいいね。おそらく左側に飲まれてる。誰かを守るためにこうした時に、こうやって左で守った時に宝石になるタイプの攻撃食らっちゃったんじゃなかろうかと。誰かを守った時に。ビリー良い。でこれ今回一番好きなやつ。どう見てもめちゃめちゃ好きそう。なんとかっすみたいな。どっちかっていうとなんかチャラ男とかじゃなくて、なんか後輩系の。そうだけど、そうなんかこうひょうひょうとしてるけどお医者様っていう知識もちゃんとあって、で武器は医療用メスなんだけど、人を助ける時にしか使わないみたいな。ちょっと不思議なメスみたいな。ひょうひょうとしてるのに信念強いやつ好きなんだよな。どうすればいいんだ。こいつなんとかっすって言いながらすごい軽口叩くけど、金儲けみたいなものをさ、すごい主軸に置いてるけど、金儲けの理由がなんか家族とか大切な人のため系のやつ。めっちゃいいやつ。これ当たり。今回の当たり枠、さっきの執事とこいつ。でもさっきの執事が当たり枠になったのかな。僕のフィラパスが来たから。それを振り込んでおくから。はい、じゃあ次、これ体に紋章、これ海賊のコートなんだけど、これあれです。この子我々の世界から海賊の世界に転生しちゃってる子なんで、大変。だから海賊船の船長がちょっとここで待ってろしてくれてる時のこの子。帽子こうやってガスッつって大切な帽子だお前に預けるみたいな。なんかそうつくね。見たことある感じ。そうつくな。ね、コートごと全部ね腕なさそうだし。これねちょっと結構エモい設定思いついてるの私これ。これ伝説の勇者が来た世界で、でも勇者が魔王みたいなのが倒して世界は平和になりました。でその勇者が使っていた鎧がその国のお城とかに大切に奉納されてるんだけど、ある日その鎧が盗まれてなくなったっていう事件が起きます。で一方その頃ど田舎に住んでいる主人公が森の中でその勇者の鎧を身にまとった盲目の女の子を見つけるっていう設定です。何なんですかねこの子。何なんですかね。結構こういう子好きです。でしょ、目が見えなくて手はあるんだけど手はこの世の中に隠してて、代わりにこの植物を操ってそれを手の代わりにして活動してるっていう、こういう子好きだよ。ありがとう。これは振り込みいける？これちょっともうちょっとで振り込みそうだった。はい次。これ旅行カバンかけるお命頂戴します。なんかお姉ちゃんめっちゃ可愛いんだけど。そうめっちゃ可愛いでしょ。すごい旅行者みたいな、すごいもう清楚な感じのお姉さんなんだけど、うふふって感じでお命頂戴しますってプシューッつってなんかカバンからプワーって出てくるモンスターがやばい。もうはみ出ちゃってる。はみ出ちゃってる。そう目玉とかなんか山に出てんじゃん。とんでもない寄生獣みたいなやべえのが出てくるバッグからミミックみたいなカバンで。いいねいいねいいね。このお姉さんはすんごいシンプルな格好してる。お命頂戴された人はこの中にしまわれちゃうから、中でぐちゃぐちゃになってるからどんどんその食べてカバンにしまってったやつの能力がどんどん付与されてる。やばお姉さんだ。激ヤバお姉さん。タイさんのやつはこれめっちゃいい。指揮者かける如意棒ということで、音楽にめちゃめちゃ目覚めた孫悟空という設定にしましていいじゃん。そうこれめっちゃいいな。これお猿さんであることを一生懸命隠してんの。そうでなんかこの塩ビ服ってさツバメって書くやん。なんだっけこんななんかこれ虫だわ。なんか塩ビ服ってなんかツバメのさおって書くじゃん。じゃなくて猿の尻尾で塩ビ服で。いい塩ビ服。いや塩ビ服いい。おしゃれ。そう1本でこのでっかいヘッドフォンみたいなつけて大きいお耳隠しててみたいな。これ一番好き。やった嬉しい。お題とこの佇まいが。じゃあ次。これなんかめっちゃかっこいいね。これミコとぐるぐるおめめです。なんかすごい何も考えずに書いた。なんか楽ちんって言いながら
ご褒美会やん、これをミコと言っていいか分かんないけど、これはもうやべえ村の一番奥にいるタイプの女の子ね、お社様みたいな名前なんちゃら様ですよ絶対、でも一番普通の子なの。村人たちがただただやばいだけで、この子は本当に普通の子で奥に祀られてるだけのミステリアス少女ってだけ。でもガチでなんかもう能力を持ってそう。なんかあるでしょうね。でも本当に設定はね、何にも考えてない。うわ楽しいっつってダメだ、もう脳みそがダメ、この辺になってきてもダメになってる。これは全然思いつかなかったので、知り合ってはいけないお兄さんをテーマに書きました。なんかやばい、確かにやばい箱みたいな。知り合っちゃいけない。なんかちっちゃ車に構えたね。そう車に構えてちっちゃくなりました。風の着せるみたいな。そうでもこれで多分なんかするんでしょうね。これなんか毒針とか入ってるよ。旅先で会っちゃいけないタイプじゃん。そうこの帽子かぶってるとろくなことない。これ本当はさ、大正時代のさ、洋物のシャツの上にさ着物着てるみたいなあるじゃん、を開けちゃうみたいな。開けちゃうね。こんなに開けてるやつでろくなやつ。ろくなやつにはだけちゃってるやつ。はい、大きな字で書いとこうね。これは偏見です。はい、オッケー。はい、オッケー。これもね、だいぶ脳披露してましたね。寝不足×野生。ここなんか全然もう警戒してる感じね。ただただ警戒している野生少女を書いてしまったから、これ本当に可愛い。ちょっと可愛いかなって思って書いたけど、本当にストレートに書きましたね、あなたっていう。別にいいんだけどね、それはそれで。ゲンさんが野生少女書くなんて珍しいからポイント高いですよ。そうなんですか。タイさんのやつ、これですんげえ話考えた。表情100パターンの時に書いたヴァンパイア君をモデルにしました。そっちなんだ。能力は相手の記憶を読み取るっていう、大妖怪の王の息子みたいな感じで生まれたんだけど、能力がそこの部分だけ、それだけを引き継いじゃって、かつこの子を育てた乳母が実はその魔王にめちゃめちゃ復讐心を燃やしていて、息子に魔王から被害を受けた人たちの記憶をたくさん読み取らせて、優しい子に育てちゃうっていう。逆にね。そうなんだ。そう悪くないんだ。じゃあそう、この子は世界は私のものだみたいな、お父さんの影響で、なんかそんな風なことは言うんだけど、実はそういう被害を受けた民草の記憶を読み取ってしまい、もうなんかすごい優しい子に育ってるっていう。いいじゃん、ギャップで。そう俺様系に見せてめちゃくちゃ優しいみたいな。だからここにコンテがメモ帳みたいな。これはみんなの記憶とかね。大事なことをちゃんとメモして、次の後継者としてどう世界を改善していくかを日々考えているっていい子。はい、で最高。これは片目がメカでサーカス団の団長。なんかでもすごい、立ち方すごい好きだよ。お題がサーカス団の団長風なんだよね。だからサーカス団の団長ではないです。ではない。なんか陽気な格好してるだけの兄ちゃんなんだけど、こいつこの蛇の兄弟に目を噛まれて目がダメになってる。でもこの蛇の兄弟だと。この蛇ではない。でこの蛇は角が1本と角が2本のなんか角蛇って言われてる 2匹のね、双子の蛇みたいなやつがいて、そいつの片割れと一緒に旅してる。なんで旅してるかは知らない。まあ多分きっとこのつがいの蛇が揃うとなんかがあるみたいな世界で旅をしてるサーカス団の団長風の服の男です。普通にかっこいいんだけど、ちょっとセミロングみたいな髪の毛。じゃあちょっとだけ振り込んどくね。ちょっとだけね。セミロングだからね。セミロングだからね。これは私はチェーンソーをかける食べたものの能力をコピーするっていう。とりあえずチェーンソーを持ってる食欲旺盛のめちゃとんでも犯罪者。なんか食べ物を食べたいがためにいろんな犯罪をするのに効率が良かったチェーンソーを持って、だけど一回収監されてしまい、脱走して。そっか。だから囚人服は別にテーマじゃないのか。そうどんどん食べたいから食べるために手段を選ばない結果、悪事に手を染め捕まってしまい、そして今脱走してきた。ただの悪いやつ。めちゃくちゃ悪いやつ。ただの悪いやつ。食べたものをコピーするっていうのは能力じゃないんだ。いや能力もある。食べたものをコピーする能力を持っちゃってるから、どんどんコピーしたいっていうか、食が命の頂点みたいな、だから食べるために手段を選ばない子になっちゃったみたいなイメージ。そう囚人服の男の子なんだ。女の子。女の子なんだ。女の子。そう女の子。いい感じですね。女の子と聞いただけで。で名前はもうない。もう多分 F とか呼ばれてる。F52 これ524って書いてあるんだけど、もう瞳孔開いて目ぐるぐる。イエーイということで、今これで20体まで来ました。20体も書いたんだね。頑張ってるよね。そこそこのゲームの登場人物ぐらいいるけど。いるけどね。これもうほんと全員ぶち込むゲーム作ろうぜ。まだ主人公がいない気がする。いない。主
主人公そろそろ考えよう私。主人公が仲間にできるいろんなやつぐらいになってきたね。ね。ちなみに今これで40体で、多分だけどこれ前後編になります。おそらく後編も。はい。じゃ引き続き、よろしくお願いします。脳の稼働率をいや本当に 400% ぐらい稼働してる。やばいマジでCPU のさ、使用率 250% みたいななんかの Mac で出てくる意味わからん数値みたいな。この後だって一応予定的には打ち合わせが入ってるんだけどさ。打ち合わせ入ってるの？そう、今日打ち合わせ入ってるんですよ。ケイさん絶望しません？今日ない？今日入ってるって言嘘、ったよ。今日入ってる。やばいよ。今日打ち合わせだよ。今日しかもすごい脳みそ使うタイプの打ち合わせ入ってんじゃん。どうしますかゲイさん、サイさんって言われたら今日マイクラみたいな返事しかできなくなる。今日打ち合わせか。やばい。じゃあちょっと後編もよろしくお願いします。お願いします。皆さんもぜひやってみてください。